引きこもり、みんなでやれば社会貢献。まず最初に AI ナレーターの声が聞き覚えのある人に似ているが、もちろんその人とは一切関係ない5人ラジオ。いつもは終わりの始まりを知らせるセリフがなぜか冒頭に。その意味とは、引きこもり生活応援チャンネルの AI ナレーターです。自分の利益追求のためにやっていることが社会のためになる。こんな素敵な行動ができたら、もっと生きることが楽しくなりますよね。それがこのチャンネルでお勧めしている引きこもり生活なのであります。では早速、引きこもりがもたらす社会貢献の例を紹介しましょう。1、圧倒的な節約。3、形成効果。引きこもり生活を活用して無駄な外出を減らせば、当然無駄な支出も減る。退職をやめ自炊すれば、食費のコストパフォーマンスが向上する。自宅でできることは自宅で済ませることで、支出だけでなく時間も節約できる。多くの人が引きこもり生活の利点として実感していることでしょう。その一方で、2008年あたりから広まった巣ごもり消費ブームを機に、自宅でもお金を使わせる機会が増えています。通信販売の利便性が飛躍的に向上しましたし、動画や音楽のサービスも充実。そういう面では、引きこもり生活に求められるものは、自立に基づいた自立した生活。それを怠ると、無駄な外出を繰り返していることと何ら変わらないぐうたら生活になってしまうことになるので、自立と自立を忘れてはいけません。また、無敵の人たちのほとんどが無職だったりしますが、これはファイヤーやセミリタイヤだの働いたら負けのポリシーで事前の資産形成を怠ったことによる悲劇。収入がある時から引きこもり生活などの節約策を効果的に使いこなしてこなかったことによる悲劇でもあります。他人の悲劇やドジを笑うだけでなく、己への教訓として引きこもり生活を使いこなしたいものであります。2、環境保全、省エネ、治安向上の効果。引きこもり生活で移動を減らせば、自動車、鉄道、船、飛行機などの輸送機器の利用が減ります。そうなると、輸送機器の稼働に必要なエネルギー消費や排出物が減る。これはちょっと 0.3 秒ぐらい考えれば分かることだと思いますよ。引きこもり生活を始めることで、自宅でのエネルギー消費が増え、光熱費の支出が増える。だから引きこもり生活は意味がないなどとほざく者がいますが、それは無駄な外出と引きこもり生活で消費するエネルギーの量や料金を比較せずに、引きこもり生活を強引にやめさせるために吠えている場合がほとんど。実際、当チャンネルへのコメントでも根拠を示さずに、やはり家を出て働く方がいいかもです。と米した後、逃走してしまう者がいたりと、全く説得力のないものなのであります。輸送機器の稼働が減れば、交通事故に遭遇する機会に減る。また、稼働する際に現場で携わる者たちの労働災害の利益や空港などでの無敵の人やテロリストとの遭遇機会も減る。そもそも彼らが登場する機会の例、引きこもり生活の普及で、社会に対するあらゆる脅威を抑制することができるのであります。引きこもり生活は、国防を実現させるための最も前向きで効果的な行動とも言えるのであります。3、ブラック企業の撲滅、本気の働き方改革、社会基盤の持続可能性向上。引きこもり生活を始める理由には様々な要因がありますが、中でも多いのがブラック企業、クソ学校が嫌だからというものがあります。このような社会とのつながりを自分好みにする行為は、
セニリタイヤやファイヤーといった事前の準備を進めてから行動する人も今では多くなりましたが、未だに身も心も壊す前だったり、壊れていることに気づくのが遅れて手遅れになった状態で引きこもることを決める人たちもいるようです。今でこそ働いたら負けという言葉が真っ当な社会人の常識として定着していますが、労働こそが利得という社会主義や共産主義の国での常識が日本国にも政財界にとっては都合がいいということで蔓延していた頃もありました。それが引きこもり生活の普及によってミニマリストの間でも労働をミニマムにしようという動きが始まったりするなど、引きこもりたちがより良い社会づくりの牽引役となっている現実があります。このように引きこもりたちの行う行動が社会貢献活動という結果を生み出している現実。ブラック企業問題も引きこもりたちの行った行動によって明るみになり、ブラック企業の存在に疑問を持つ人々が増えたことでまた始まったばかりですが、働き方改革なる言葉も生まれたのであります。引きこもり生活によって交通事故や犯罪被害が減り、警察や自衛隊が暇になり、関係者からすれば次年度の予算が減ると嘆く者たちもいるかもしれませんが、純粋に社会体制の質が向上する状況と言っても過言ではありません。冷暖房も完備した部屋へ引きこもり、冬のヒートショックや夏の熱中症とは上の生活を送ることで、己の快適さを追求するために行ったことが医療機関や救急車を運用する消防関係者の負担を減らすことになる。それはまさに社会基盤の持続可能性を向上させるビューティフルハーモニーなのであります。おまけ、国連の人たちにも教えたい引きこもり生活の魅力。持続可能な開発目標 Sustainable Development Goals の達成がはかどっていない。特に日本国はなどと一部で騒がれていますが、その目標とやらを見てみると、引きこもり生活で達成を促進できることが多くねと思うのであります。その持続可能な開発目標の17項目をざっと眺めてみましたが、少なくとも15項目、その気になれば17項目の達成に協力できるのではないかと思うのであります。当初は大気汚染を減らすことによる環境保全や節約効果による貧困の撲滅にブラック企業の対峙程度にしか考えていませんでしたが、初めにも言ったように、それら以外の項目も引きこもり生活の実践で協力できることである事実に気づいたのであります。それではどれが当てはまるか実証してみましょう。まずは1、貧困をなくし、2、飢餓をなくす節約効果。ブラック企業がなくなり、クソ学校を避けることで、3、すべての人に健康を、福祉をもたらし、4、質の高い教育を手軽に受けられる。5、ジェンダー平等は今でもなく。8、働きがいも経済成長も。9、産業と技術革新の基盤もバッチリ。引きこもり生活が社会基盤への負担を減らしている事実は、6、安全な水とトイレや、7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに表示できることにつながり、10、人や国の不平等がなくなる適正化。引きこもりの大好きな11、住み続けられるまちづくりを実現し、12、作る責任、使う責任を意識した暮らしになる。そして引きこもり生活の意外と気づかれていない効果である13、気候変動に具体的な対策としての提案であり、14、海の豊かさを守り、15、陸の豊かさも守る。結果として16、平和と公正を全ての人にもたらし、17、パートナーシップで目標達成のゴールまで目指す。引きこもり生活は持続可能な開発目標に最も適合した暮らしであり、
支配する側の怪しい目論みを華麗にかわすことのできる生活様式のあるべき姿なのじゃ。結論、引きこもりは人間関係を再構築し、より良い社会づくりに貢献する究極の持続可能性向上型生活様式、サスティナブルライフスタイルである。引きこもり生活の新しい可能性がまた一つ開花した。これからは引きこもりは日本が生んだ世界の生活様式として発展させようではないか。引きこもり生活を地球をより良くするための賢い暮らし方として我々は使いこなす義務があるのであります。引きこもり、存在自体が社会貢献。引きこもり生活を諦めちゃいかん。